今回はミサイドに登場する狂ったミタを作っていきます。完成イメージはこんな感じ。狂気を心に秘めながらいたずらっぽく笑う表情を目指して作っていきます。まずはヘッド全体を削っていきます。鼻や輪郭も削ってミタちゃんらしくカスタムしていきます。デザインナイフで大まかに削った後は電動のヤスリで削っていきます。削りすぎるとヘッドがよくわからん形となり大変地獄です。気が済んだら滝行をさせます。次は目の形を変えていきます。今回使用させていただくのは花月堂様のレジンです。レジンですので使用する際は皮膚につかないよう手袋をしています。長時間手袋をつけて手がカサカサになるのでコメント欄でおすすめのハンドケア用品を教えていただけたら嬉しいです。理想の形にできたらレジンを持った部分とヘッドの段差をなくしていきます。無事作りたい形にカスタムできました。ここまで約5時間ほどかかりました。お待たせしました。メイクの時間です。まずは下描きをしていきます。色味は紫っぽい青色に混色し、ミタちゃんらしい色味にしました。下アイラインも描いていきます。息を止めながら描くと線があまりぶれない気がします。愛を借り入れしました。だんだんとミタちゃんっぽくなってきました。これでアイラインや口元、眉毛が完成です。アイライン完成後は愛を描いていきます。碁石に絵の具で手書きしています。私は手書きで愛を描いていますが、お絵描きソフトで描き、印刷してレジンに封入する作り方もおすすめです。愛にハイライトが入ってだんだんミタちゃんらしく可愛くなってきました。目の中に描くハイライトの数、毎回悩むんですよね。キラキラにすればするほどテンションが上がるので好きなだけ描き込みたくなるのですが、ミタちゃんの目はもう少しシンプルで可愛いので今回は己の欲を抑えながらキラキラにしていきます。愛が描き終わりました。もういい感じに描けたかも。愛が描き終わったらレジンでコーティングします。気泡が入らないように慎重に。まあよし。もう一つの方もコーティングします。レジンで表面を終えたら UV ライトを当てて硬化します。愛が完成しました。愛を入れるとこんな感じ。ミタちゃんができてきました。ドールメイク完成まであと少しです。チークを入れていきます。目の細かいヤスリでパステルを削って粉にして使います。くるくると円を描くように優しくパステルをのせていきます。仕上げにハイライトを入れていきます。はい、ミタちゃんのカスタムドールヘッド完成です。次はミタちゃんの髪の毛を作っていきましょう。今回使用するウィッグはこんな感じ。3D ゲームなおかげでゲーム内のミタちゃんを見ながら髪の毛をカスタムできています。ミサイドに感謝。ミタちゃんの髪の毛完成です。実はこの髪の毛には秘密がありまして、こんな感じで前髪が崩れないようにしました。チャームポイントの赤いカチューシャと赤いピン留めをつけたら
狂ったミタ、完成です。余談ですが、皆さんはどのミタが好きですか？優しいミタや、キャッピー、ミラなど、皆さんの推しミタをコメントで教えてくれたら嬉しいです。それではまた、どこかでお会いしましょう。バイバイ。